処理って言って湯通しするんですよ。時短であり味の再現性の担保でもあるんで、それをあえてしないっていう、もうだから調理法ですよね。もう試行錯誤しまくってたくさん失敗して時間かけてお金もかけてやってるんで、でも誰でもできることですよ。誰でもできることをもうただひたすら繰り返しやるっていうのを凡事徹底ですよ。いつから無課長なんですか？娘が病気してからもうやろうって決めたんで、お子さん連れのお客さんとか僕が代替わりした当初ってそんなに多くはなかったんですけど、自分の娘が病気して自分の食卓とか娘が口にするものにちょっと意識しだすようになったのに、当時はまだうちも化学うまみ調味料とかを入れてたんで、そういうのを子供さんに食べさせてる時にすごい気持ち悪い、なんか違和感を感じて、自分の子は気をつけてんのによそのお子さんには気をつけてないとか、なんかすごい嫌だったから、もうちゃんとやろうと思って、娘が1歳とかだから7、8年前かなから多分スープ作りからまず着手して、スープある程度できてきたってなって、もううまみ調味料も入れなくなったってなって、その後自然に発酵させて作られたお味噌とか醤油を使うようになって、その調味料とかも全部もうゼロからじゃないですけど、はい、見直して味も。ああ、そうですそうです。お醤油もいろいろ倉本さんに実際来てもらったりとか、自分が見に行ったりとか、一番使いたいやつはやっぱり一番高かったりとか、そういう問題があるんで、現実的な金額で提供できるけど、やっぱりすごいちゃんと産地も九州産のものにこだわってる。料理に携わったのは何歳ぐらい？はまあだって親父がずっとやってたからお店手伝ったりとかもしてたんで、それこそ子供の時からお店手伝ったりしてたんですけど、実際にだから料理と向き合ったのはもう19歳からですかね。専門学校入ってからで、どうせやるんだったら、まあ、日本料理がいいなと思って、で日本料理のてっぺんの店で働きたいなと思って大阪に行って、某料亭に修行に入って。和食からやったら結構ガラッと変わると思うんですけど、はい、そうですね。だから舐めてかかってましたよね、最初。ちゃんぽんなんてめっちゃ余裕やわと思ってたんですけど、全然やったらやったで、すごく難しいし奥が深いし、その上無課長とかやりだしたからもう天井が見えないですよね。だからできることってまだ多分山ほどあるんで、山ほどあるけどいっぺんにはできないし、ちょっとずつ自分が今まで培ってきたものを反映させながら、同時になんか深掘っていって磨き上げていってっていう感じで、停滞したらもうそれって衰退やと思うんで、ずっと何かしら考えてやるようにしてます。
もっと席多かったんですよ、代替わりする前って。なんかもう向こういっぱいまでテーブルがあって相席上等でやってたんで、すごいキャパも30以上で、ずっと親父が一人で鍋とってたんですけど、まあちょっと病気がちだったんで体力的にしんどいから店継いでくれって言われて、全然継ぐ気なかったんですけど、分かりました言ってで帰ってきたんですよ、こっちに。それがもう10年11年ぐらいかな。最初2年ぐらい親父と一緒に仕事して死ぬほど喧嘩して、そんなに好きじゃなかった親父のことをさらに嫌いになって、で代替わりするっていう最悪のパ仲直りできましたか？ターン。もう今はある程度距離が離れるといい感じの距離感になります。違う価値観を持った職人同士が一緒に仕事するってなかなか難しいですね。親子といえど親子やからがゆえに。麺もうち用のレシピで作ってもらってて製麺してもらって、そろそろパックです。太麺をさらう用の焼き麺を。よし。キャンプに使うような、また調味料。完全に無添加のものが作りたくて、そういうかまぼこ屋さんももちろんあるにはあるんですけど、やっぱコストがすごい高いんで。
薄口醤油、これは長崎から仕入れてるパリパリ麺用のチャーメン。ちゃんぽん麺は福岡の製麺所さんからすごいいい麺を仕入れさせてもらってるんですけど、パリパリ麺だけは長崎からじゃないと、長崎の麺が素晴らしいですね。さっと湯がいて水分をちょっと含ませて、で高温の油で一気に揚げる。サクッと揚げる。しいたけの軸のこの石突きの硬い部分を刻んで油に香りを移してしいたけオイルとしてしいたけ炒めたりする時に使っているんです。しいたけだけでちゃんぽん成立させようと思うとどうしてもインパクトに欠けるんで、本当だから無駄なく効果的にどうやったら使えるかなっていうのを模索してやった結果こうなりました。戻したしいたけも具材に入るんでめちゃめちゃうまいっすよ。だけいい原木しいたけって変な癖がなくて、しいたけ苦手な人とかいるじゃないですか。僕その美味しさにびっくりしてこれでちゃんぽん作ろうと思って。サラダ多めですね。いらっしゃいませ
せ。体にいらっしゃいませ。どうぞ。どちらも。最高です。美味しいです。
商売お願いします。はい。ありがとうございましたもう最高ですね。もう30年から、まあ、お父さんの代からずっとここに来てるんですよ。はい、この若ごぼう何使うんですか？ちゃんぽん限定メニューのセロリと若ごぼうっていうやつがあって今週からスタートしてるんです。全部手で回ってください。サラダ
ごちそうさまでした。臨時休業はたまにしますけどね、用事があったら。はい、おとといはうちの子供の入学式だったので、ちょっとお休みして。いらっしゃいませ。お近いのお客様も領収書お願いします。ちょっと一旦。タラバリサラストちゃんぽんお願いします。そば出ます。完成。そば出ます。めちゃくちゃ美味しいです。いらっしゃいませ。完成。
小ちゃんぽん椅子待ちです。は2名の後に鍋入ります。い。2名は？最後の1名出してきな。ご案内しますのでよろしいですか。はい。しいたけちゃんぽんはいつも頼まれるそうっす。これしか頼んでないです。とにかくうまいです普通のちゃんぽんも好きだけどしいたけちゃんぽん今ハマってますね。しいたけめちゃくちゃうまいです。おはようございます。すいません、ちゃんぽんですね。お待たせしました。長崎出身になれば、ここは長崎のこれからせるの。これ皿うどんです。あ、サラダ。これ皿うどんの山麺間違った。失礼。山麺とね片麺っていうのがあるんですよ。我々はいつもこの山麺これに酢をかけてね食べ方ですからこの酢がいいんです合うんですよ。
いらっしゃいませ。お店にはよく来られるんですか？お父さんの代から来る。でもここのちゃんぽん食べたらよそは食べられない。本当に本当です。全然違うんだね、スープが。いらっしゃいませ。どうぞ。
いやでも飲みや綺麗でしょ。さっぱりとした奥行きになんかそのコクを感じれるようなスープ。火加減です。その沸き方一つで全然変わってくるんで、水分の蒸発量と乳化の具合が火加減一つで左右されるんで、それを見ながらちょこちょこ見ながら調整して。ちゃん亭として創業したのは1984年の3月で、新地中華街にもその祖母の弟さんが立ち上げた中華料理屋さんがあって、すごいそこの系譜を一応組んでるというか、始まりはですね、僕はもう全く違うことやってます。はい